この年、京の都では雷や火事が相次いだ上、嵯峨野の竹がゆえもなく数多く割れたり、鞍馬に鬼火が現れるなど天変地異が続き、人々は再び戦が起こる前触れではと恐れおののいていた。天狗様、わしら何も悪さしてねえだ。どうか命だけは。おいおい、この世に天狗がいるわけはないだろう。いや、驚かしてすまん。この目、洞窟の中に落ちていたのだ。義経公に武芸を教えた天狗、あら忍者だ。もしもののけとか怨霊ならわしが沈めてやる。徳子様、お気をつけて帰られよ。はい。老子様も新長様もお風邪を召さぬように。大丈夫です。都では悪い病が流行っているそうですが、ここの空気は病を受け付けぬほど澄み切っておりますよ。新長にはこの鞍馬の空気が一番合っているのでしょお健やかなご様子で安心しました。ではごきげんよう。徳姫様こそ。見ろ、鬼火だ。姫様、岩が鳴き声を上げておりまする。きっと高人の巫女の霊が。何者じゃ、このお方は。うわっ、無礼者。そのような仮面に隠れずとも妖怪がおいになる訳を申すのが筋であろう。罪もない女人をかどわかすとは、鞍馬の天狗も地に落ちたものよの。やめろ。聖地鞍馬屋も血で汚すつもりはない。引田影流と見た。容赦はせぬぞ。どうやらとんだ天狗でしたな。ありがとうございました。おかげで助かりました。おう、お怪我。大丈夫です。ほんのかすり傷。手当てを。
これは我が家の秘伝。よく聞きますぞ。お手を煩わせます。私は今日の国を飛鳥井家の娘徳子と申します。王宮の手当てです。お帰りになったらすぐ医者に。ありがとうございました。あなた様は？旅の浪人取り立てへ名乗るほどのことも。姫様、ご無事でしたか。これは風の中納言様。徳姫殿を迎えに参った。星は？それが友の者たちは？山中にて天狗の集団に。何、天狗？たわけたことを。まことでございます。友の者が一人死にました。そして危ういところをこのお方様に。それは大義であった。姫、もう心配には及ばぬぞ。マロがついておる。ではそれましはこれにて。お待ちくださいませ。ぜひ私どもの屋敷にお立ち寄りくださいませ。お礼を申し上げとうございます。二階がさ、そのもんどころは確か柳生の。ではその方、幕府大目付柳生田島の嫡男柳生十兵衛光義にございます。失礼いたす。あれが十兵衛か。また何を企んで京の都へ。姫、我らの父の敵柳生一門、いつの日か討ち取ってみせましょうぞ。分かっています。東福門人和子は二代将軍秀忠の長女として生まれ、三代家光の姉である。その和子が現帝後水のお天皇に后として嫁いだのは、いわば政略結婚であり、後部和合の象徴としての役割を課せられていた。東福門院様、おなりにござりまする。直使飛鳥井大納言家徳子様、なりにござりまする。待たれ！どちらへ参られる？高人親王のご霊前にぜひともご焼香いたしたく。申し訳ないが境内にお入れするわけにはいかん。そこを何と。ならん！お一人なされ！手前親王にはいささかゆかりのものでござる。両替者め！狼藉者！ご一同に申し上げる。それがし近江の国の住人牧家の13年前高人親王が亡くなられたのは
すべて無礼者控えい。おお、これは宗則殿、お久しゅうござる。立てい。高須と親王、死にをやりしは我らに。まことか。してその証拠は。野球武芸長菊の間。早々に片付けい。大阪夏の陣より間もなく父関秀斎は神君家康公より豊臣の残党と結ぶ動きのある公暁の暗殺を命じられた。いずれも高人親王と共に鞍馬で行方知れずとなった公暁たちだな。その折三人の刺客が関秀斎の命で。ではその時東福門院様も一緒に。まさか高人親王の母和子様は家康公の孫娘家光公の姉上でござる。さればこそ当時はその徳川の血を憎む者が御子を襲ったのではと思われておったが、真相はいまだ闇の中。しかし本日の馬木家禄とやらの告白を東福門院様や公暁たちがどう取るかな。馬木家禄はその暗殺者の一人なのだな。刺客は馬木家禄、鈴木兵庫。今一人は遅かったな十兵衛。十兵衛、いつ京へ。親父殿、今の話のもう一人の刺客とは。わからん。何？不明というのか。いずれにしてもあの男なら必ずもう一人の刺客を探し出すに違いない。あの男？本日の勅使徳子姫の犬付け嘉手の工事中納言光房です。光房の父金房も徳子姫の父飛鳥井大納言も鞍馬で消えた公暁の中の一人です。特に光房は宮廷一の切れ者と言われています。今日の家禄のことを聞いて動かぬはずはありません。さすれば柳生一門による薄汚い暗殺の歴史が天下に。さればこそ相手より先に残りのものを探し出して切れと。すでにことは柳生だけでは済まん。さよう。真相が明らかになれば幕府と朝廷の間に重大な事態が生ずることは必定。しからばお伺いする。親父殿、家禄が今の際に漏らしたという柳生武芸長菊の巻とはいかなるものでどこにあるのです？わからん。またわからんか。そのような恐ろしいことを本当に幕府が。馬木家禄とは柳生深海の流れを汲む者。柳生は幕府の宗区。親王と公暁を殺したのは柳生一門で、その黒幕は明らかに幕府。ではその男は親王や公暁を殺した罪の思いに耐えきれず。今こそ事件を天下に知らしめ、横暴なる幕府に対する積年の恨みを晴らす時じゃ。思うただけで胸が躍りますの。じゃが確たる証拠もなしに動いて、もし姉の浩二殿、そのような弱腰が今まで奴らをのさばらせてきたのじゃ。徳子殿、ちっこ。今日そなたに来てもらったのは他でもない。姉の浩二少将が気になることを知らせてくれての。
嘉手小路中納言殿が幕府と争いを起こされるおつもりとか。光房様が？もし幕府の陰謀がまことなら、あなた方にとっても私にとっても幕府は敵。恨みを晴らしたい気持ちはわかります。でももう遠い昔のこと。今さら無用の争いは起こしたくありません。もっと自己。そなた、江戸表に行ってはもらえませぬか。江戸へ？この度の高人の巫女の法要のご当礼の使者として家光殿にお会いしてください。わかりました。幼き折家光殿はよく私の腕の中で休まれたものです。きっと母代わりの私の願いを聞いてくれることでしょう。必ずやお役目果たしてまいります。花いらんかい、どうどす、お一つどうどす、きれいなしや徳子姫にはこの度の当礼し誠にご苦労に存じまする。ご道中危険に存じればこの風の光房ご敬遠を申し上げる。許嫁の私に一言の挨拶もなく出かけられるとはつれないですの。たとえ嫌でもついていきますぞ。お立ち！頼もう！お頼みます！当家のご息女でござるから。はい、篠と申します。旅の修験僧でござる。しばしの休息をお願いしたいが。こんなところでよろしければどうぞごゆっくり。何をする！お嬢様！お嬢様！せ者め！治兵衛！あなた方は一体何者です？柳生武芸長はどこだ？出せ！柳生？知りません。あなた方父の留守を狙うて。家禄は死んだ。何ですって？高人親王の霊前で腹かっさばいてな。武芸長を出せ。出さねば切る。そんなものは当家にはありません。そんなはずはない。菊の巻と言って家禄は死んだのだ。ありません。出て行ってください。殺すには惜しいが仕方がない。鞍馬山以来だ。よほど女に不自由しているらしい。おのり柳生。放っておけ。しかし大丈夫か？やはり狙いは武芸長であったか。何者です奴は。ただの修験者とは思えませんのだ。あの構え引田影流、鞍馬の天狗の中にも同じ顔があった。そうと知りながらなぜ逃がしたのです？篠殿、父上はまことにお気の毒であった。
生前父上から何か聞いていたことはありませんか？あなた方も武芸帳とやらのためにここに来られたのですね。父は昔からよく物思いにふけることが多く、最近は特に何か思い詰めたようで。柳生様、父はあの年になってなぜ高人親王のご霊前で自害などしたのでしょう。それはわしにも。柳生武芸帳と関わりがあるのですね。私には分かっていました。父がずっと柳生ご一門を恨んでいたことを。同じ定めにありながら柳生は晴れ舞台、俺はこんな田舎でむざむざ朽ち果てるのかと、ようとよくそう嘆いていました。柳生様、私は知りとうございます。もし父がこの世に恨みを残して死んだのなら、その本当の訳を。篠殿、家六殿の日立ち、つらら折りの剣の心を知っておられるか？それはあくまで受け身の太刀、自ら動いてはならぬもの。そのお父上の心を汲み取り、決して軽々しく動かれぬよう。今夜は格別冷えまする。お前たちも早うお休み。はい。失礼つかまする。十南門様、この真夜中に。その方らは下がっておれ。近頃少し変わられましたな。世情許けとやらはもっと親しゅう細やかなものとか。その儀、一度もはっきりとご返事申し上げた覚えはございませぬ。その昔親同士が取り決め申したこと、今になって知らぬとは通りませぬぞ。知りません。たとえ父がお約束したとしても、私にその気はございませぬ。やはり何かがあったようですな。姫のお心を乱すような。無理押しをなされるようなお方を私は好みませぬ。この度の東霊市へのご同行、何故でございましょう？無論姫ご警護のため、それとも他に何か目的があるとでも？それはあなたのお心がご存知のこと。お美しい。姫の心を騒がすような虫など、この三房が追い出してやるわ。何をなされます？お話しください。ご無体な人を呼びまする。何の今に姫こそ至福の喜びを。許しません。絶対に許しませっかくの菩薩様がそのようなお顔を。旅はまだ始まったばかり。帰るまでにはきっと
その虫を退治してみせましょうぞ。書状は受け取った。司祭まことであろうな。お疑いあればこのまま帰られるがよかろう。お主を信じよう。日夏連心祭。柳生武芸町こそ13年前高志と親王飛鳥井大納言ら暗殺を柳生一門の仕業と断ずる唯一の証拠。してその武芸町の行方は？未だ。だが近いうちに必ず中納言殿のお手元に。何か怪しいものでも？野犬が一匹、いや二匹やもしれぬ。和子様特使という大切なお体です。早く本陣へお戻りください。柳生家を恨んでおいでか？ええ、父はそのために。無理もござらん。あの折柳生家は和子様と高志と親王を命に代えてもお守りする立場にござった。この10名必ずやあなたの疑念を解く決意。少し時をください。気の強いお方ですね。父はどうして男に生まれなかったのかと嘆いておりましたわ。拙者もそう思います。まあそれは少し言い過ぎでしょう。そう睨むと急にわらべのような顔になる。私まだあなたに心を許したわけではございませぬ。でもあなたのお言葉を信じたいと思っています。そうか。徳姫を拉致しようとしたのはその方の配下であったのか。月に一度必ず鞍馬の浄明寺へ行くあの娘、何かとてつもない秘密を握っているような気がしてな。秘密？あくまで推察だが、谷へ落ちた飛鳥井大納言も巫女もとうとう屍は出なかった。というとまさか？まさかとは思う。じゃがこの数年どうも気になってならん。何を今さら。それより早う武芸帳を手に入れてくれ。柳生を倒した暁には必ずそなたを将軍家指南役に。何がおかしい？我ら引田影流にとっては柳生を壊滅することのみが死不月祭以来の悲願。幕府の飼い犬など望みではない。
これが柳生杖ですか。現太夫は祖父関秀斎の弟将棋庵より柳生流上術を受け継いだ。見事なものだ。重い。鉄棒を芯に妄想だけで折ったものを漆で固めたものです。いかなる名刀といえども歯が立ちますまい。若尋ぬれど柳生の里の石地蔵とえど語らず木瀬氏ママに関秀どういう意味でございましょうか。斎わからん。だが祖父関秀斎が何かを告げようとして読んだものと思われる。しかしわざわざ江戸の若殿がお揃いでお見えになられたのに何のお役にも立てず申し訳ございませぬ。なんならもう一度屋敷中を。いや柳生の里を預かる現太夫でも見つからぬもの。尋常なことでは。残念です。十兵衛様、ネズミどもいよいよ現れたな。また十郎慌てるな。外の敵はわしが切る。そちは他の敵を屋敷の中へ誘い込め。お任せください。また十郎、わしから離れるな。はい。またしても十兵衛。また十郎、続け。又十郎、現代祖父関秀斎の読んだ歌の謎が解けた。とえど語らず木瀬氏ままに。だがこれが何よりも語っておる。あったぞ、柳生武芸長菊の脇。嘉手浩二殿、中三門殿、堀川殿、万出の浩二殿、高倉殿、北王子殿、右六苦行、中殺、天下国家安泰のため以下の三件に密命申し作るものなり。家康、一の太刀はつらら折りの剣を用いる者、二の太刀は電光下段を用いる者、三の太刀は
どうしました兄上？三の太刀は水月の位を用いる。水月の位？まさか父上が？これで読めた。親父殿の態度が解せなかったわけ。では蓮心斎はこの武芸帳を手に入れ柳生を潰す気だ。だが武芸帳は柳生にとっては諸刃の剣。いわば一門のために下された家康公のお墨付きでもある。そのため石州祭も取っておいたのである。一足先に江戸へ届けろ。どうせそう言われているのであろう親父殿に。では夜分ながら直ちに出立いたします。ごめん。つらら折りの剣は滑腹した馬木家六。二の太刀の電光下段は鈴木兵庫。何としてもそやつを探し出さねば。小太郎が無念じゃ。蓮心斎の一味に武芸帳を。武芸帳？頼む、一刻も早く兄上に。いや、しかし俺のことは心配なん。早く。あなたは柳生の又十郎様をご存知か。頼む、あの馬で又十郎様を次の宿場までお願いです。いいから早く行け小太郎。又十郎様、しっかりなさいまし。又十郎様。柳生武芸帳菊の巻。これさえあれば柳生の息の根は止まる。早速嘉手小路光房様にご連絡を。その必要はない。武芸帳は渡さぬ。この武芸帳にはわしの血と涙と積年の恨みが塗り込められておるのだ。柳生を潰す。この武芸帳ある限りわしは誰にも負けん。なんと朝廷に対し柳生に陰謀ありと申されるか。さよう。大井の守殿、そのように申されるからにはその陰謀とやらの確固たる証拠ございませぬ。なんと。大井の守殿、柳生田島と申せば仮にも天下の大目付として大御所家康公がお命じになったもの。いかに大御所様以来のご要職とはいえ何の証拠もなく。黙らっしゃい。さればいず先頃の高人親王殿下のご法要における不祥事、上様に何とご説明申し上げる。すでに京都諸次第よりの報告も参っておる。あの折境内にて切腹いたさし武士が今はの際に漏らした柳生武芸帳菊の巻とはいかなるものじゃ。柳生武芸帳と申したか。御意。狼藉者のたわごとと聞いておりまする。たわごとじゃと。
これは知恵図とも思えぬ間の抜けた言葉。上様、その武芸帳こそ柳生一門による恐るべき陰謀の証拠でござります。その武芸帳は今どこに？されどこのことが世に知れれば、我ら老中職一同はおろか、上様ご自身の威信も地に落ちまする。その前に手を打つことが肝要かと。では柳生を処分せよと言われるか。柳生だけで済めばよいがの。それはどういう意味じゃ？今日の和子姫にも累が及ぶということか。さよう。朝廷のお怒りはいかばかりか。もし公武が衝突いたさば、ことは幕府の存続にも及ぶことでござります。このことは東福門院様も痛くお心をお痛めとか。姉上がなんたる失態じゃ。田島にもあるまじき不祥事じゃ。和子姫がお痛ましゅうござる。すでに矢は放たれたぞ。日夏連審祭は間違いなく武芸帳を手に入れたのであろうな。もうそろそろ現れる頃かと。伊豆田島を甘く見てはならぬ。奴らは官地に長けておる上、権力を持っておる。さすれど我らには切り札がございまする。それさえ握れば柳生などはもちろん、いずら若手家光公側近らはたちまち崩壊。その間に土井様悲願でおわす駿河大納言忠長様。その話はまだ早い。いや、忠長様の朝廷に対する忠義の御心は多くの苦行の知るところ。皆そのよう心待ちにしておりまする。その実、あわよくば朝廷の権力を取り戻そうとのおつもりでは。そのような大それたことを、いずら若手幕閣から権力奪回は大いの神様の願いでござりましょう。マロはただ世のため国のため。いずれにせよ心を合わせて悪い目を摘み取ることじゃ。どう中納言殿。よかった。やっとお気づきになられて。ではあれから？はい。あれから丸2日も眠ったままで。丸2日？まだしばらく動くのは無理ですよ。だがこうしてはおれんのだ。柳生武芸帳を取り返すのですね。どうしてそれを？ずっと上事で。上事？武芸帳、武芸帳と。そうか。では事情は察したであろう。あの武芸帳を取り戻さなければ柳生一門は。どうなるのです柳生家は。いや、それは。また十郎様、武芸帳とは何なのです？父の死と一体どういう関わりが？そのために私はこうして旅に。しかし私にもまだ詳しいことは。ただあなたの父上は命を懸けて幕府のために働かれた。それだけは言える。ではなぜ父はあのような不遇な一生を？篠殿、もし真相が分かれば必ずあなたに。まことですか？お約束いたす。
そういえばまだ看病のお礼もまだだった。本当にすまなかった。いえ、私はたださあもう少しお休みにならないと。はいどうぞ。だるまだるま。いらねえかい。はいはい。やった油断したな柳生十兵衛。町の女すりごときに財布をすり取られるとは。あもうどうせ中は空っぽだ。しけてるね。柳生の御曹司ともあろうお方が。ちょうど品川で全部使い切ったとこだ。ついでに小判1枚ぐらい入れる気はないか。まあつかましい。すりにたかるなんて武士の風上にも置けないよ。相変わらずの鉄火ぶりだな。相変わらずお綺麗ですねって。どうしてそう言ってくれないの？会いたかった大久保のおじいちゃんにはね髪型行ったって聞いてたんだけど浮気してたんじゃないでしょうね。もうこの女殺し。ちょっと俺真っ昼間からよせ話せ話せ。若先生こちらへ。何をちょっと待って柳生武芸帳が奪われ又十郎様が深手を。何？奪ったのは何者？引田影流日向連心祭の配下と思われます。武芸帳が連心祭に渡った今すべてを明らかにしていただきたい。親父殿は武芸帳に親父殿自身の名が載っていたことをなぜ黙っておられた？やはり高志と親王は柳生の手で。我らの狙いはあくまで嘉手小路金房以下6人の反徳川の公卿たちの抹殺だが、幕府の動きを察した金房らはあの日高人の巫女と御養育係飛鳥井大納言信義の鞍馬詣に乗じ二人を密かに。その方らまさか巫女を望むところではないが朝廷ご安泰のためやむを得ません。待たれ。誤ってはなりません大納言殿。なんたること、なんたることだ。金房らの陰謀を知ってお救い申そうと駆けつけた我ら3人を飛鳥井大納言は敵と勘違いなされ巫女ともども谷川に。お二人のご遺体を八方手は尽くしたが信じられぬか。たとえ俺が信じても他の者はそうは参りますまい。ましてや老中執刀などこの腹を切らしたくて躍起になっておるわ。果たして親父殿の腹だけで済みますかな。裏で糸を引くのは例の嘉手小路中納言光房。親父殿が13年前蔵まで切った反徳川の元凶金房の息子ですと。キャツは連心祭とつながっている。その光房から大井の神に武芸帳が渡れば家光公のご政権の命運に、いや一つ間違えば
再び天が遭難の世になるやもしれん。おやじ殿、電光下段の剣を使う鈴木兵庫とは一体何者です？親父殿とはどういうつながりが？父石秀祭と武芸を競い合った引田影流山田不月祭の皇帝。ならば蓮心祭と同門の間柄。邪剣とも見える恐ろしい使い手。日夏蓮心祭、一国の猶予もならそやつを切れ、武芸帳を取り戻せ。ただいま城中より戻ってまいりましたが、将軍様大層きつい風邪を召されたそうで。ご病気？家光様が。ここ数日伏せっておられ、回復されてもとてもすぐには。姫、何かこの三房に隠していることがござりましょう。鞍馬の浄明寺に何がおありです？存じませぬ。まあいいでしょう。そのうちわかります。あなたはいずれ私の妻になる人。黙って私に協力してくれればいいのです。そのようなこと私は知りませぬ。とにかく私に無断でこの屋敷からお出にならぬよう。そなた確か飛鳥井家の姫君の。お覚えでございましたか。実は姫様が一刻も早うあなた様にお会いしたいと。姫が？姫、いつ江戸へお入りになりました？家光公とのご対面は？まだでございます。これを。これは？折私の傷口に巻いていただいたもの、いくら洗うても血の跡が消えません。姫、何かお悩み事でも？わざわざこんな夜更けに手拭いを届けに参られたわけではありますまい。十兵衛様、どうしてもお聞きしたいことがございます。高人親王様や父たちを殺そうとなされたのは本当に柳生の方たちなのですか？それをお聞きした上でどうしても話しておきたいことがございます。私の身に万一のことがあった場合、十兵衛様にはあなた様だけには知っていただきたいことが。ここは少し寒く、お体にもよくありません。では父はあなたの父上様たちが高人親王様を殺しに来たと勘違いして。父田島からそのように聞きました。きっとその通りです。父は谷川に飛び込んだ後、あるお坊様に助けられたのです。知らせで鞍馬に密かに駆けつけた私に、死ぬ間際父が語ったことと今のあなたのお父上のお話はぴったり合います。そうだったのか。飛鳥井大納言様はしばらく生きておられたのか。
もしや高人の巫女様は今も鞍馬のお寺で。もし誰かに聞かれたら、姫。十兵衛様、徳子は恐ろしゅうございます。もし光房たちが高人親王様が生きていることを知ったら、きっと13年前と同じことをするでしょう。そのようなことを断じてさせません。お願いいたします。巫女を守ってくださいませ。和子様、巫女のご生存をご存知で？いいえ、知ればどのようにお喜びになることかとは思いますれど、近中にお戻りになればまた命を狙われます。そのことを思うとお知らせすることも躊躇され、しばらくは今のままでと自称老師様と申し合わせて。やむをえんでしょうな。姫様、そろそろお屋敷にお戻りになりませんと。今参ります。何？高人親王が鞍馬に？徳姫がそう申したのじゃな。はい、確かにこの耳で。徳姫がよく詣でる鞍馬の浄明寺に子供の僧は？そういえばいつも自称老師の傍らに12、13歳くらいの品の良い少年のお坊様が。何故今まで気づかなかったのじゃ。徳志殿には遠路お役目誠に大儀である。右大臣様にはいつもながらご健勝にて喜ばしゅう存じまする。早速ながら姉上東福門院様もご健勝にあられるか。いかがいたした？中納言殿、これは御前にて見苦しく振る舞い平にお許しを。ただ東福門院様のお苦しみを思うとつい不覚でした。姉上が何といたした？苦しゅうない、聞かせてくれ。先日の高人親王様のご法要の折の不祥事、右大臣様のお耳には達しておられましょうか？聞き及んでおる。東福門院様におかれましては大切なご法要の場を血で汚されただけでも抱く心をお痛めになった上、腹を切りし者が柳生の手の者と分かり、朝廷における幕府に対する不信はますます募り、近中にもお上がりになれず、悲願筆足の日々、まことにおいたわしい限りでござりまする。あれもこれも元はといえば柳生一門が陰謀のゆえ
ただただ腹立たしく。このままでは幕府に対する朝廷の反感は高まるばかり。出立にあたって東福門院様は弟君の右大臣様におすがりして柳生一門の処分を強くお求めでござりました。徳志殿、それがしが今日にて東福門院様にお会いしおりは。控えを得ず徳志殿に無礼であろう。徳志殿、姉上のお苦しみよくわかった。必ずや良きに計らおうぞ。幕府を目付け柳生田島守宗則、その方将軍家指南役の身にありながら近中に対し不敬の念甚だしく世情を不安に陥れたる所業、まことにもって不届き至極。よって閉門蟄居を申し作るものなり。渡り又十郎様、これは？わからん。もしかして拙者が武芸帳を奪われたためでは。兄上、父上、申し訳ございません。私が武芸帳を奪われたために。その方の責めではない。姉上を思う上様のご承知だ。しかし親父殿、不幸なことだがこれでしばらくのんびりできるな。その者は馬木永禄の娘篠にございます。高人親王13回忌法要の折滑腹いたした馬木永禄の娘もだ。父の死の意味を知りたがっている。柳生様、お教えくださいませ。父は田島守宗則様とは大層親しい間柄だと申しておりました。身分は大きく隔たりましたが、かつては運命を共にした仲だとも。何かの間違いであろう。そんなはずはございません。柳生武芸帳に関わりがあるのでございましょう。武芸帳、何のことかな。親父殿、武芸帳が連審祭の手に渡った今、もはや隠す必要はないと思う。お教えくださいませ。十兵衛様と又十郎様に命を助けていただきました私は、何を聞かされてもお恨みいたす気はございません。ただ本当のことを知りたいのでございます。父上、柳生家閉門蟄居はやはり武芸帳が敵の手に渡ったためでございますか。いかなる攻めも覚悟して帰ってまいりました。父上が手を下さぬとあらば我と我が手で。又十郎様、おやめくださいまし。又十郎様、いやいや、離せ。私は自らの責任を取るために離してくれ。えめしいぞ又十郎。自決するよりも奪い返すことを考えろ。又十郎様、死なないでくださいませ。もう私は何も申しません。訳を聞いたとて父は生きて戻ってはくれません。どうぞ私のためにも強く生きてくださいませ。又十郎、篠殿の気持ちも汲んでやれ。我ら柳生一門どう生きるか今こそ考える時だ。兄上、篠殿、いつの日にか全てをお話しする時もある。それまでこの屋敷にとどまってくだされ。又十郎、今日より篠殿をお守りせい。これ以上不幸な人間を出すことは許されぬ。よいな。徳姫様が伝奏屋敷から土井大井の神の屋敷に移され監禁されました。三房め、とうとう至上手段に打って出た。
徳子殿、さぞ胸の内はお怒りの炎で燃えているかとお察しするが、憎いからしたのではなきこと分かってくだされよ。あなたの父も私の父も幕府と柳生の卑劣な策謀で殺されました。その仇を討つためです。私に協力してください。お答えください、徳姫殿。私は朝廷から使わされたお妃和子様の特使です。それを公暁の要職にあるあなたが好む方、恥を知ってください。そのお妃は徳川の血を引く我らの敵。もう一人、鞍馬の浄明寺に同じ血を引く者が生きながらえているとか。のう千代、せっかく13回忌も済ませたというのに、悪運強くも生き残っていたとは。千代その方。姫様、私も中納言様と同じ気持ちでございます。徳川の汚れた血など尊き禁中に入れとはございませぬ。目をお覚ましください。そう、目を覚ましていただきたい。高人親王はいずれ法要通りになり申そう。許しませぬ。親王様は我が父が命に代えてお守りしようとなされたお方。姫、そなたは柳生のせがれに骨まで抜かれてしまわれたのか。それとも肌でも許されたのかな。ではまた明朝。何じゃと。和子様の特使は偽物。いかにも土井王位と組んだ反徳川の苦行、嘉手の工事三草の大芝居。ならば本物の特使はいずこに。土井の屋敷に監禁されてござる。そうか。よし、ならばこの彦さん、上様にお目にかかり事の支点を。お待ちくだされご老人。我が柳生家は平門実居のみ。土井王位の仕掛けた二重三重の罠にはまるやもしれません。それより密かに上様を城外にお連れくださるわけには参らぬか。なんと家光公を。天下の一大事じゃ。天下の一大事じゃ。大資金制の多くはなんと心得おる。天下のご老体、何事でございます。おお、これは春日殿。上様はどこにおわす。上様をご城下へですと。さや。してその訳は。いや、それはご老体は柳生家とは親戚同様のお付き合い。上様にお願いして平門実居を解いていただくおつもりで。いや、違う、それは違う。祭りごとを行うには天下万民下々の暮らしを知ることが大切でござる。不祥この彦座家光公をご案内立て祭り、ご政道がちゃんと行われているかどうか上様の目でしかと見届けていただきたいのじゃ。なりません。上様を支える柳生家の不祥事、知恵伊豆殿の立場も今は土井大井の神に追い込まれ、幕閣は真二つに割れました。また外様大名たちの間にも不穏な動きありと聞きます。かような折そのような。上様、何の前触れもなく。天下の一大事じゃ。地位の大音情は大奥中に響いておるぞ。恐れ入りません。春日、余は明日城下視察参ることにする。上様。いや、結構でございまするな。上様は聞きしに勝る名君とお見受けいたしまする。しかもお忍びでじゃ。じい、案内してくれ。は。 はあ。 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 はあ。
その様たるや大井の神にも一目見せたかったの。さすがは朝廷きっての切れ者。鮮やかなお手並みで柳生を閉門蟄居に追い込みましたな。問題は十兵衛がどんな手を打ってくるかです。それよりまず徳姫の始末。鳥兜を使えば病死ということで決着はつくはずじゃが。徳子姫の味見がまだのようですが、今宵あたりたっぷり味見をされたらいかがですかな。まずは体を征服し心を打ち砕く。関東武士のやり口を真似てみますかな。戻るんじゃ。座敷のを守れ。柳生の罠なるぞ。おい、逃がすでない。待て。もう大丈夫です。安心してください。ありがとうございました。いかん。ひどい熱だ。すみません。またお世話になってしまって。無理もありません。あんなひどい仕打ちをされたのですから。でもきっと十兵衛様が助けに来てくださると信じておりました。辛かったでしょう、牢の中は。いいえ、いつも十兵衛様が夢の中へ来てくださいましたから。きれいな水だ。飲まれますか。すみません。美味しかった。またこの手ぬぐいのお世話になってしまった。よほど姫とご縁のある手ぬぐいですね。ほんま。少しは楽になりましたか。
籠の用意を待っていてください。行かないで。お願いです。一人にしないでください。そばにいて、そばにいてくださいませ。幸せなのです。あなたと二人っきりでいられるのが。お休みを。幸せなのです。夢の中にいるように幸せなのです。ご気分はいかがですか。もう大丈夫です。ぐっすり眠ってしまいました。いかんいかん、休んでいなくては。いろいろお世話に預かり、感謝の言葉もございませぬ。ありがとうございました。堅苦しい挨拶は抜きにしてください。はい。で、本当に家光公にお目にかかることができるのでしょうか。多分大久保の老人が太鼓判をしておりましたから信用してください。はい。気になっていることがあるのですが。何でしょう。あなたのお父上のことです。やはり幕府が、いやその手先の柳生が死に至らしめたとお思いではありませんか。疑っておいでなのですね。はい、疑うておりました。今でも心の片隅にその思いは残っております。でもすべてを拭い去る手立てが見つかりましたわ。手立て？十兵衛様、こんなふつつかな私ですが妻にしていただけますか。十兵衛様、父も喜んでくれると思います。父は幕府と朝廷が仲良くしてくれることをいつも願うておりましたから。女子の口からはしたないとお思いでしょうが、私後悔したくないのです。今度いつお会いできるかわからないでしょう。この一言を言わないまま死んでいきたくなかったのです。この十兵衛とて。私とていつ命を落とすかもわからない身です。分かっております。たとえひとときでも妻にしていただければお願いいたします。
柳生新影負けました。あなたの炎に負けました。ご苦労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 。そうであったか。で姉上は何と？朝廷と幕府の間に不穏の空気があることに心痛めておられます。生まれは徳川なれども女子が一旦嫁いだからは朝廷の平穏無事を願うのがご自分の務めだと申されましてございます。あの風の中納言がそのような陰謀家であったとは。十兵衛、よく姉上ご使者を守ってくれた。礼を申すぞ。恐れ入ります。上様、いずれ獅子心中の虫の尻尾を捕まえる日も参りまするぞ。姉上にはもう何年も会うてはおらぬ。会いたいのう、姉上に。上様には幼きより和子様の腕の中で休まれたそうでございますね。よく聞かされておりました。幕府には朝廷に無礼を働く気持ちはつゆ一つござらぬ。ご安心召されるよう姉上に伝えてください。これで肩の荷が下りました。お妃様もさぞお喜びになられることでございましょう。気になるのは中納言光房の動きですね。ええ。兄上、又十郎、どうした？中納言の姿が昨夜より消えています。何？まことか？小太郎の知らせによれば夜遅く数人の友を連れて馬にて西へ向かったと。十兵衛様、高人親王の命が危のうございます。ご安心ください。この十兵衛、命に代えてもお守りいたす。
木兵庫とはお主だったのか。鈴木兵庫の名はあの日鞍馬に捨てた。連審祭暗殺者の一人でありながらなぜ武芸町を狙う。恨みよ、柳生一門へのな。恨み？幕府の懐でぬくぬくとしていたやつにはわかるまい。そればかりか、柳生はわしらをこの世から葬り去ろうとした。田島、その方覚悟があってのことであろうな。平門蟄居の身にありながら。大井の神様、お人払いを願いまする。ご遠慮願おう。用向きを早う申せ。これはお探しの柳生武芸帳でござる。お納めくだされい。ただし柳生武芸帳東照神君家康公のお墨付きでござる。どうぞお改めくだされい。いかがなされた。お開き申そうか。いや、まあ待て。我が名が記してあるかどうか改められよ。もし我が名がありせばこの田島この場にて腹を切る。ただしもし柳生の名がなかりせばその時は大井の神様ご貴殿腹を召されよ。手前解釈つかまつる。以後柳生に関する一切の詮議は無用に願いまする。すべて天が安寧のためでござる。田島、一世一代のハッタリであったな。命を捨てる覚悟で立ち向かえば何事も真実となり申す。田島、世の不明であった。許してくれ。上様はお姉上和子姫を思うお気持ちがことのほかお強く、あの場はああ収めるより仕方がなかったのじゃ。敵を欺くにはまず味方を欺けと孫子の標法にもございます。田島の平門蟄居で油断をし馬脚を表したものと思われます。伊豆殿とは阿吽の呼吸でござった。でまことの武芸帳菊の巻は。これがまことの武芸帳でござる。偽物の方は十兵衛がやがて取り戻ししかるべく処置をいたしまする。
何者？ずいぶんお早いお帰りで。そこを通してください。東福門院様にお目通りいたすのです。そうは参りませぬ。姫には私と一緒に鞍馬にもう出ていただきます。もう急ぐ必要はありませんがね。十兵衛は死にましたぞ。嘘です。では何故助けに来ないのです。お開けください。姫様がただいま江戸からお戻りになりました。負けられん。負けたら柳生の剣は天下一ではなくなる。急がねばならん。三河に万一のことがあっては。やはり生きておったな十兵衛。今度こそ天下一の剣を決めようぞ。望むところだ。
いや、これは珍しい。徳姫様、ロース様、はよう逃げて。その手を離しなさい。何を恐れている。早うやらぬか。罪を犯してはなりませぬ。どけ、わしが切る。新庄様、待て。おのれ。おい、おぐろじゃ。待て。逃げなさい。十兵衛、見よ。卑劣なやつ。何とでも言え。徳姫を殺したくなかったら刀を捨てる。十兵衛様、捨ててはなりませぬ。十兵衛、どうした。徳姫が好きではなかったのか。私はどうなっても構いませぬ。戦ってください、十兵衛様。姫、思い通り愛する男の前で殺して死んぜよ。惚れた弱みか。柳生新影の名が泣くのう。しかしそんな。なぜ歯向かったのだ。あなたの妻ですもの。当たり前でしょう。許せ。
そなたを守ってやれず。死ねないぞ、徳子。あの世で父上に知らせます。徳子はこの世で初めて好きになったお方、妻になれたこと。徳子、ありがとうございました。短い間でした。幸せです。徳子様、どうして。むごいことじゃ。まことの姉のように慕っていたものを。どうしたの。これなる徳子、我が妻なれば延べの誇りはそれがしがもしとなり、黄泉の国に送りとうござる。その前にぜひお願いいたしたき儀が。お妃様、ただいま征夷大将軍徳川家光公よりのご使者参内なされてございます。家光公の。十兵衛、十兵衛ではないか。お懐かしゅう存じます。家光公にはご健勝に遊ばすか。はい、お健やかにご政務にお励みになっておりますればご安心くださいまするよ。そうか。でわらわの差し使わした徳氏飛鳥井の娘徳子は。はい、ご立派にお役目を果たされ、上様にもことのほかお喜びにございました。それはよかった。早く会いたいものじゃ。和子様、今一つ思いがけぬ吉報がございます。吉報？なんじゃ。すぐる13年前、鞍馬山中にて行方知れずになられし高人親王殿下、ご生存にございます。まことか。はい。まことか。まことにございます。どこにやる。すぐにここに連れてきてたま。信じられぬ。夢を見ているようじゃ。ご生存にございます。されど和子様、今近中にお連れいたせば朝廷は大混乱に陥りましょうぞ。藩徳川の苦行もまだまだ多ございますれば、高人親王のお命を末永くお守りできるかどうか保証の限りではございません。今のままそーっとしておいて差し上げるのが親王には一番の幸せかと存じまする。徳姫殿も強く望んでございます。徳子も
そう申しておったのか。はい。十兵衛、わらわは徳川の家などに生まれとうはなかった。漢字財宝作業人般若原見たじ証券豪雲会空洞一切空役者利子式不意空空不意式式即税空空即税式中創業式薬部尿性者利子税小北総不小不滅不空不不増不減税国中無式無重創業式無限に微絶心無式小公未速報無限化大師無意識化十兵衛様、こんなふつつかな私ですが妻にしていただけますか。分かっております。たとえひとときでも妻にしていただければお願いいたします。あの世で父上に知らせます。徳子はこの世で初めて好きになったお方の妻になるとのこと。何人もの血が流れていく。
権力あるところ抗争の絶えることなし。その中にあって戦うことが剣に生きる者の宿命なのだ。その剣、将軍家を得る柳生新影流とあらば逃れる術もなし。それにしても特攻、もし命ありさま我が妻として迎えることもできたもの、許してくれ。かくして柳生武芸長菊の巻は幸せ薄き特攻の亡骸とともに永遠にこの世から消え去り、三代将軍家光の治世は盤石の体制を固めていったのである。